本日私が訪れたのはラーメン山屋。私の名前は大野マン。札幌に住む派遣社員の男である。今日は派遣の仕事が休みなのでラーメンを食べにやってきた。店内は木をメインとした作りとなっている。食べてるとこって YouTube に流しても大丈夫？大丈夫です。山屋といえばやはり豚骨シリーズが人気である。ちなみに本日は注文しなかったが豚丼も美味である。私が注文したのはもやしたっぷり味噌。1日数量限定の商品ではあるが、このラーメンが食べられなかったことはまだない。まずはスープをいただく。ありきたりな言葉だがうまいの一言。続いて麺をいただこう。ふうふうふう、ずるずるずる。こちらの山屋は札幌市の東区にあるラーメン屋で、私が好きなお店の一つである。すぐそばには札幌市が誇る負のレガシー、札幌丘珠空港がある。本州の人はまず知らないと思うが、実は札幌市内には空港が存在する。しかし滑走路が 1500m と短いため、ジャンボジェットが離着陸できない。せっかく札幌の中心部から数キロの立地にあるのに、札幌市民がほとんど利用しない札幌ドームと同じレベルの負のレガシーだ。それなので札幌市民が空港を利用するのは数十キロ離れた新千歳空港なのである。ここが札幌市が博多市に負けている点である。もし私が市長なら、まず名称を札幌丘珠空港から札幌国際空港に変更する。丘珠なんて道外の人が聞いたって誰もわからない。国際空港なんて言ったもん勝ちだ。次に滑走路を 1500m から 3000m に延伸して、さらに地下鉄の駅を直結させる。なんと今現在丘珠空港にはバスと車でしか行けないのだ。こんなことを博多市民が聞いたら腹を抱えて笑うに違いない。ちなみに私は博多銘菓の通りもんが好きである。話をラーメンに戻そう。私は美味しそうにラーメンを食べているが、麺をご覧いただいてわかるように、山屋の麺はストレート麺。札幌といえば縮れ麺を思い浮かべる方も多いと思うが、実は山屋の本店は札幌から北に90キロのところにある滝川市にある。滝川市からさらに北に60キロ行くと旭川市がある。旭川も旭川ラーメンで有名ではあるが、旭川ラーメンはストレート麺。もしかしたら山屋は旭川ラーメンの影響を受けているかもしれない。ちなみに皆さんは北海道民と偽北海道民の見分け方をご存知だろうか。この地名を滝川と読むのが北海道民、滝川と読むのが偽北海道民である。ところで今回の動画がなぜナレーション形式なのかというと、それは簡単。店内の BGM にカーペンターズが流れているからだ。もしそのまま YouTube にアップロードすれば間違いなく著作権で引っかかる。そうなった場合の対処方法としては、1、該当部分をカットする。2、YouTube が用意したわけのわかんない BGM に差し替える。3、その動画の私の広告収入を歌手に半分上げるである。こうならないためにナレーション形式となってしまったのである。ちなみにナレーション形式はとても手間がかかる。通常の動画であれば撮影した素材だけで事足りるのに、今回はそれとは別にこのようなナレーションを別撮りしているのだ。動画は動画で不要な部分をカットし、ナレーションはナレーションで原稿を作成し、録音し、間違えた箇所はカットする。手間が2倍かかるのに再生回数が低かったら本当に悲しくなってくる。どうか登録者数と同じくらいの再生回数が稼げますように。話をラーメンに戻そう。先ほども伝えたが、山屋は豚骨系が有名なのだが、非豚骨系も美味しいことが最近分かった。特にこのもやしたっぷり味噌は味噌なのに甘さを感じられる不思議な味わいとなっている。
ラーメンの値段も外国人観光客が見たらびっくり価格となっている。皆さんも札幌にお越しの際はぜひお試しいただきたい、そんなラーメンである。ラーメン動画を上げるとコメントに私の体の心配をしてくれる方がいるが、私はラーメンは月に1杯くらいしか食べない。カップラーメンに至っては 2,3 年は食べていない。私は普段大野式ダイエットに基づいた食生活を送っている。たまにラーメンを食べたくなった時は無理せず食べる。無理をしない。それが大野式ダイエットの信条である。ということで本日の動画、たまにはラーメンを食べに行こうでした。もしこんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。美味しかった。山屋のラーメン美味しかったですわ。